こんにちは、加藤です。今日は久しぶりになりますけれども、リクエストにお答えしてタオル、このふわふわの生地ですね、こんなものを用意してみました。これはどこか温泉行った時にもらったか買ったかした、どこにでもあるタオル、白いタオルですけれども、これを3つ折り4つ折りかな、ちょっと畳んで、テーブルに置いてあります。で、これを今日は書き始め、今回使っているのはいつものクロッキー帳 SM ですけれども、これに書いていこうと思います。使っている鉛筆はユニの 6B からいこうと思います。大体の配置を適当に決めながら書いていくんですけど、今回も右上からの光で、左下にこの辺が影になってる。この辺が影になってる感じですね。はい、画面に入ってるかな。はい。で、私こういう柔らかいもの、例えば綿みたいなものとか、タオルのこのパイル地って確か言ったと思うんですけれども、折ってあるその繊維の先端が輪っかというかね、ループになっている、こういう輪っかになってるんですね、タオルってね。こういうループになってるのを確かパイル地って言ったと思うんですけど、そういうふわふわ系のもの、あとはテディベアみたいな、起毛してる感じ。あれはね、フリースなんかもそうですけど、パイル地のこの先端をカットして、毛羽立ててた、そういう製法だった気がするんですけど、その手の起毛してるものとか、ふわふわした、肌触りの良さそうなものを描くとき、気をつけている点は、このね、輪郭線っていうかエッジですね。ものとものとの接する、この境界が、あんまり直線的にはっきり分かれすぎない。どちらかというと、ギザギザしてるというか、つぶつぶしてるというか、もさもさした、そういうエッジに見えてると思うんですよ。今回の例で言うとテーブルと接してるところですね。そういった輪郭があまりシャープにならないように、今こういう 6B とかの腹の側面を使ってですね、形を見ていっています。で、この段階では、いつも言っている探り書きとか当たりをつけるという段階なわけですけれども、いっぱい線を引きながら、何度も線を引きながら、全体の印象、感じを捉えるっていうことに集中して、あまり細かいところはそんな気にしないで書き進めていくといいと思います。で、今回はここが自分から一番近いのはこの点ですね。この点か。この辺り。ここが一番自分に近い。画面の一番下に来る部分がこの辺。で、ここから向こうへ向けて、左後ろへ向けて、床に影が落ちていて、で、側面も影に見えている。こういう、なんとかスイスロールみたいな、ふわっとした側面の、この辺が影、陰影の陰ですね。で、ここが陰影の A。陰と A が左下に映ってる感じで、こんな感じ。で、この部分がね、結構そのタオルのふわふわ感を出すのに重要かなと思う。これ段ボールとか、ボール紙とか、どんなものでもいいんですけど、質感表現、材質感を出すのに何が大事かって言ったら、やっぱりそのね、ものの端っこっていうかエッジなんですよね。エッジにその質感って現れるので、今回の例で言うとこれはね、タオルの端が平折りになっていて、何枚か重なって、二重三重に重なっているところ、そしてそこに接するようにこのふわふわのパイル地のタオルが下にちらっと見えて、中にもこの辺少し見えて、で上側もふわふわしているという感じになっている。この部分ですね。ここ結構ね、質感表現というかそのらしさ、もののリアリティ出すのに重要なところになるので、特に自分に近いところに特徴的なその質感が見えやすいものを持ってくるように配置してみました。これ例えばね、こういう大事なのがね、向こう側に行っちゃってたりすると、何も変化がない部分が手前に来ると、どんな上手い人でもね、表現するの難しくなると思うんで、そこら辺はやっぱり配置するときに書きやすいというか、見せやすい配置を
表現しやすい配置を意識するといいでしょう。はい。あとこうやってね、今うっすら調子をつけているわけですけど、その時にあんまりこう、息の長いというか、シャープで鋭いこういう線じゃなくて、もうちょっとこう細かい単位というか、ふわふわと、単位がどうでしょう、2センチ程度の、2センチくらいのストロークをこう、向きを変えながら、影をこんな風に調子をつけていく感じですかね。はい。で、これ何気なくこう手を動かしているようなんですけど、意外にこのね、面の向きを意識して、例えばここは垂直面、そこから斜めに立ち上がって、この辺はふわっと盛り上がってる。こういう丸みに沿って、こう実はタッチをね、細かく移動しながら、タッチの角度を変えながら手を動かしてるんですね。で、その際に鉛筆が立ちすぎないように、鉛筆立ちすぎちゃうと、線が強く出るので、結構寝かせ気味に、今はね、そのプラスの作業というか、足す作業ですね。暗いところ、少し暗くなりすぎるくらいに、結構実際の白いタオルに比べて、ちょっとね、薄暗く見えるくらいになってると思うんですが、まずは足していきます。プラスの作業をどんどん加えていきます。加えられるだけ加えていって、飽和状態になるくらいまで、失敗した線もそのまま放置してですね、残しながら、どんどん足していく。そういう段階で。この辺とかまだね、ごちゃごちゃしたまんま、何も蹴りをつけないで、足す作業だけ加えていってます。こんな感じで。練りゴムもね、今左手でずっと練り続けているんですけれども、練りゴムの作業はこの鉛筆で調子をつける作業がもっと暗くなってから、ハーフトーン、中間調子から暗い調子までが画面にもっとね、ついてから練りゴムを使い始めようかなと思っています。はい、この辺でいつものこの必殺ガーゼですね。この間汚くなりすぎたのでちょっとね、洗ってしまったんですが、なぜかインクをこぼしたシミが残っちゃっていて、結局あまり綺麗じゃないですけど、これで少し撫でておきます。余計な粉を落としつつ、ちょっとこう押し付けて、紙に定着させてる感じですかね。といっても画用紙ではなく、今回はクロッキー調、上質紙みたいな簡単な安い紙なので、あまりね、紙の目のない、デコボコの少ない紙です。はい。で、いらないところちょっと消しながら整えていきます。はい、こんな感じかな。もう一体何なのか分かんなくなってきちゃいましたね。謎の厚揚げというか油揚げみたいになってきましたけれども、この辺から少しずつ形整えていこうと思います。接するところ、床に接するところ、この接地面ですね。接地面、ちょっとふわふわしつつも、大まかにこういう S 字を描いてるカーブっていうのかな。こんな感じ。ただ S 字を描くときにあまりこう滑らかにシャシャッと強く引きすぎないで、こうアル中のような感じですね。手がこう震えるような感じで、エッジが立ちすぎないように、だけど際をちょっとずつ決めていこうと思います。こんな感じ。で、白いものを表現するときに結構重要なのが、いつも言っていますけれども、近くにある暗い調子。今回の例で言うと、テーブル結構濃いめの茶色、マホガニーというか褐色なんですが、その暗い色がしっかり入ることによって、白いものがもっとね、白く綺麗に見えてくると思います。で、ちょっとね、こんなところにこう、台の筋というか、つなぎ目みたいなのをちょっとだけ書き入れてみたりして、テーブルの傾きを形の上でもちょっとね、暗示させながら書き進めていきます。今回目標はこっちなんでね、あんまりやりすぎない程度に。はい、こんな感じで。タオルの側面の影、こうやって下に床の影描いてみたら、この強い調子、暗い調子を入れてみたら、もっとここ暗くしても大丈夫そうだなっていうのが今分かったので、側面もう一段階暗くしながら書き進めます。鉛筆の腹を使って結構細かい単位で調子を、陰影の陰の部分ですね、この辺側面から下にかけての暗く見えるところ。ただこれね、毎回ちゃんとね見てほしいんですよね。例えばこの均一にこういうバンドというか帯のように、暗い影が来ているわけではなくて、布がねちょっと潰れていて、ここが狭くなっているとか、この辺ちょっと狭くなっているとか、少し段差があるとか、結構ね変化があるんですよね。
この変化に気づけるセンサーというかセンスを持っているかどうかが、やっぱり絵を見た時に見る人に伝わってくるので、見ないで手を動かした痕跡跡っていうのは、やっぱり見る人ってやっぱり分かっちゃうんですよね。見ないで描いてるなっていう感じがするので、ちゃんとその場所を見て、感じ取りながら見て分かったことだけを画面に定着させていく。これ別にデッサンに限らずクロッキーも同じことが言えるんですけれども、分からないっていうか見てないけれども手を動かすと結局その線って後で消さなくちゃいけなくなってしまうんですよね。そんな風に無駄な作業をしている暇があったら、よくモチーフを見て分かるまで見るっていう見ることに集中した方がいいと思います。はい、どうでしょう。だいぶこのモサモサ感が加わったんではないでしょうか。で、こうやって見てみると、ここちょっと長すぎたので、少し短くしていこうと思います。そろそろ形をね、決めていこうと思います。一番暗い、この辺りが一番エッジの暗く見えているあたりで、ここですね。で、ここがめくれ上がっているところ、ここが一番、凸凹が光と影の境目なので、エッジがはっきり見えているところ、質感、さっき言ったループ状のパイル地のつぶつぶの、ループがこうはっきり見えているのがこの辺りで、逆に一番明るいのもこの辺り、光が当たって明るく見えているのもこの辺り。そしてその隣から少し影が入ってだけどエッジは直線的にならないように向こうへ向けてちょっと形見えてきたかな。こんな感じで向こうへ。でここは平織りの部分、布の端っこ、縁の部分ですね。縁の部分こんな感じで。あと布も自然物みたいなもんなので、若干このウェーブというか形が、広がりすぎたり狭くなったりしても、そんな気にしなくていいと思います。タオルらしさが出ていることが重要であって、少しくらい飛び出方がいっぱい飛び出ちゃったり引っ込んでいたりしても、そんな重要じゃないかなと。はい、ここ一番手前の自分に一番近いところですね。この辺。ここもテーブルもちょっとしっかり描きましょう。今ここまでずっとユニの 6B で書き進めています。ずっと腹を使ってきたんですけれども、こういうエッジを決めるときには鉛筆の先端を文字を書くときみたいに先を立てて持って書いていきます。あと大きな面積こうやって伸ばすときは側面も使ってきますけどね。はい、腹を使って全体の調子をちょっと整えておきます。少しガーゼで撫でておきます。今回このテーブルはあまり深追いせずにこの程度までに、暗いトーンとあとは傾きがある程度感じさせられる程度まで描いたらその辺までにしておきます。はい、どうでしょう。ちょっと差が出たかな。この程度にしておきます。はい、でここが一番明るいところ、書き方に決まりはないんですけれども、このパイル地の一番飛び出てるボツボツして見えるところは、私の場合ですけど、少しこう点描みたいに点々点つぶつぶつぶっていうふうに書いたりもよくします。こんな感じですね。ちょうど光と影の境目、月のクレーターでいうと光と影の境目っていうのが一番こう凸凹がはっきり見えて、クレーターらしい写真を見た時にはっきり
して見えるところなんですが、そういう光と影の境目ですね。この部分は特にエッジを、つぶつぶ感というか、ディティールがはっきりわかるコントラストの強い感じに描き進めていきます。逆に言うと影の中に入ってしまうとあまりディティール見えないので、こっち側は、この下側は結構作業はもう潰れてっちゃうのでしていかないですけれども、こんな感じで。で、点描って言ってもランダムに、パイル時の目の向きがあっち向いたりこっち向いたりしてるんですけど、一応それを見ながら、垂直だなとか横に変わったなとか、その場所ごとにちょっと見ながら点々をつぶつぶを引いていっています。この辺は少し寝てるんですよね。寝た感じのつぶつぶ感、粒感で、手前から奥にかけて徐々にピントが合わなくなってくるというか、はっきり見えなくなってくるので、途中までこうやって描いていきますけれども、同じ筆圧では奥側は描いていないです。徐々に筆圧も弱くしながら奥側描いていっています。はい、練りゴムもちょっと使ってみましょう。先端を少し尖らせて、これもやっぱり白いつぶつぶ点々を描くようなつもりで、なるべく点になるように先端をね、丸くこんな風に尖らしてもいいと思います。常に先端は黒くなってしまいやすいので、新しいところを出しながら。で、あともう一つコツは、人間ってどうしても同じリズムでどんどん点々打っていきやすいので、線が揃っちゃうんですよね。なるべくランダムに点が引けるようにっていうのは、ちょっと相当意識して、あっち向きこっち向きとか、つまみ食いみたいにこっち書いたりあっち書いたりって、一箇所にあんまり集中しすぎないで手を動かすようにしないとなかなかうまくいかないと思います。つぶつぶつぶとね、あっちいじったりこっちいじったり。ただこれむやみやたらと点を打ってるんじゃなくて、見たところ、明るく見えてるところのみ点を打ってるっていうのは、さっきからずっと言ってることと一緒です。見てないところ、分かってないところに点を打つと、結局それは後で直さなくちゃいけなくなるので、自分で見て分かったところを作業していきます。はい。で、この辺はね、タオルのそのつぶつぶが一見ランダムのようですけれども、ちょっとね、目が揃って見えてたりするところがあるんですね。これ軍手とかを描くときもそうなんですけど、軍手って一見ふわふわしてるけど、網目が揃って見えている筋みたいなのが見える角度ってあるんですね。で、そんな角度に見えているときは、その見えるところは見えるように、角度が感じられるように線を重ねていった方がいいです。ただ向きによっては、その筋が見えなくなるような向きもあるので、その見えないくせに全部が同じような筋を描いてしまうと、やっぱりそれも嘘くさくなります。常にモチーフに答えを聞くというか、描き方を先生に聞くんではなくて、モチーフに答えを聞くように観察していくといいと思います。はい、ここはちょっとね、筋がこういう感じで流れてくるような筋が見えるようなところなので、ちょっとルールというか秩序というか、左後ろから右下へ向けて、こういう並びに沿ったタッチを意識的に入れています。といってもあまり揃いすぎないように、ちょっとランダム気味に、だけど少し揃えながら。こんな感じで。で、あとこの辺りの影は、少しウェーブというか波みたいなのがあるんですよね。明るい波、暗い波みたいなのが、何段階かにわたって、ちょっとうねりがあるというか、うねってる感じなので、まず暗い方を調子をちょっとつけてみます。この辺少しへこんでいますね。この辺もうちょっとへこんでるかな。この辺はへこんでいて影になって見えていて、その隣はこの辺はちょっと明るい光が当たっている。で、面の向きも少し立ち上がって見えている。立ち上がって見えているから、こういうことです。ちょっと立ち上がって見えているせいで光が当たって明るく見える。この面が側面に近くなると光が斜めから差し込む角度になるので少し暗く見えている。そこが明るく見えている理由とか暗く見えている理由、秩序ですね。理由があるんですよね。で、この明暗を利用して、明暗を描くことによって
その面の向き、今回の例で言うとタオルのこのウェーブの、垂直に切り立っていたり、横に寝ていたり、常に刻一刻と場所ごとに移り変わって見えていく角度が表現できるようになってくると思います。はい。で、今ね、これちょっと筆圧強く入れすぎて線が強く出ちゃったんですけれども、筆圧は個人個人で皆さん違うと思うので、自分の使いやすい鉛筆の濃さ選んでください。私今回ここではユニの 6B、今ちょっと 5B に持ち替えてみました。少しこう遠くを書くとき、硬めのね、鉛筆に持ち替えた方が作業がうまくいくかなと思って変えてみました。はい。5B の方が鉛筆の先尖ってるせいで結構シャープな線が引けたりしますね。はい。常にランダムに右向き左向きじゃなくて、ふわふわの面の向きを感じ取りながら、見つけながら、で、そろそろこの辺エッジを決めていこうと思います。タオルの終わりですね。タオルの終わりがこの辺までっていう。こんな感じかな。ここが終わり。はい、こっち側も決めていこうと思います。ちょっと痩せてから少し太って、で、向こうのタオルがちょっと見えていると。ここがエッジで手前へ向けて。ここはもうタオルの端ですね。端だから縫ってあるとこなので、巻き込んでるとこに比べるともうちょっと平らに見えてるかな。これは向こう側の方が少し暗い。向こう側が少し暗く見えていて、手前の方が明るく見えている。折りたたんでいる手前側ですね。こっちの方がちょっと明るい。あとどうでしょうね。こう書いてて思うのは、書き急ぎすぎないっていうか、あんまり作業効率考えるよりも、よく見て感じ取って、その時間をこうたっぷり味わいながら手を動かしていくと、比較的柔らかい質感は出やすいかな。あんまりこう、うまく見せようと思いすぎないっていうか、狙いすぎずに、暗くなった、明るくなったっていうことに反射していけると、そのことに集中できると、あまりこう、困らずに、どうしたらいいのかわからないとかね、書き方わかりませんとか困らずに、作業が進んでいけるような気がします。その場所を感じ取って、なぞるように手を動かしていくことに、集中して、線の向きとかは、そのモチーフに聞いてくださいね。モチーフを見たときにどっち向きになっているのかなっていうのをモチーフに聞いて手を動かす向きを決断していくといいと思います。はい、これね結構ね時間をかけるとねかけた分だけふわふわもさもさ感出てくると思うんですが、今日はそこまではちょっと時間かけられないので、後ろ側こんな感じですかね。もさもさの感じね。で、手前、ここもちょっとちゃんとやりましょうね。ここは影になって光が当たって、ここ中ちゃんと描きますね。ここね、ここギュッとこう来て、強い影ができている。エッジもここは少し立っている。ね、このね、布の端、エッジでディティールですね。ディティールをしっかり描いてあげて、質感表現につなげていけるといいですね。はい、こんな感じかな。何重だろう。1、2、3、4、5、6、7、8枚が折り重なっている。そういった部分ですね。で、ここはこう、ふわふわのパイル地がちらっと見えている。これちょうどサンドイッチになっているので、この平織りの部分があって、ふわふわがあって、その下にまた平織りがあってっていう、
そういう構造になっているので、このふわふわのところは、あまりエッジが立ちすぎないようにというか、筋が、輪郭線がはっきりシャープになりすぎないように、もさもさと描き進めていきます。こんな感じですね。でその下は滑らかな平織り。鉛筆の使い方もちょっとシャープな側面のこういう筋を均一に同じ方向に重ねて、例えばこんな向き描いていきます。滑らかな質感の部分。その上はちょっともさもさした部分。もさもさは鉛筆で描いた分だけ黒くなりやすいので、黒くなりすぎたところは練りゴムで、白い絵の具で描いていくような感じで描いていきます。こんな感じかな。で、また上が滑らかな、シャープな布のエッジ。ここはどこだ？描いてるうちにどこを描いてるのか分かりにくくなってくるので、確かめながらいきましょう。ここは結構何度も波打ってますね。はい、だいぶ形が見えてきたかな。この辺かな。なんか違うな。こんな感じかな。ここが平らなところ、そして一旦盛り上がって、ここはちょっと筋が見えている。タオルの端っこですね。端っこ。そして端っこがあって、これは次のタオルの影がちょっと見えていて、ここはちょっと影が見えていて、次へつながる。で、ここは上がもさもさしたタオルの終わるところで、ふわふわのパイル地ですね。ここはパイル、上はパイル地。この辺りは影が集まって、光と影の境目、特にもさもさ感が、ここまでね書き進めてきたんですけれども、そろそろ、次の授業の準備をしないといけない時間になってしまったので、書き途中で申し訳ないんですけれども、この作業は、このタオルはちょっと今日はここまでで終わりにしようかと思います。なんか形がね、ちょっと区切りつけましょうか。ここまでね。ここもざっくりいっちゃいましょうね。どうなってんだこれ。こう切って、この辺かな？この辺。ここの形だけ決めて、終わりにしたいと思います。はい、こんな感じで2枚。そして、ここが盛り上がって、手前に来て、ここが角になるのかな？はい。とりあえずここまでにして、すいません。終わりにさせてください。本当はね、フィニッシュまでね、がっちりと書き込みたいとこなんですけれども、大人の事情で、午後授業の準備をしないといけないんですね。はい、こんな感じで、ここは平らなところ。この上はちょっともさもさ感のあるパイル地のこの部分ですね。パイル地のところ。はい、
はい、ここはもさもさ系ですね。もさもさ系で、この、あれどうなってんだこれがここにつながってくれないといけないですね。これがここにつながって、なんとか辻褄を合わせましょう。こう来て、こう来るのか。と思ったら、ここにもう一枚ありますね。なんか変だな。これが謎ですね。これが謎っぽいな。これちょっと整えましょう。終わりにしたいけど終われないというね。この辺からちょっと線が濃くなっちゃいましたけど、うまくフォローしましょう。はい、こんな感じで。ここは実は間違いの線ですね。間違いの線で、本当はここに境界はない。で、この間違った時の間違った跡が結構強く書いちゃったりすると残ってしまうんですけれども、このように周りをそれらしく書くことによってうまくごまかすというか、なかったことにするっていうのもデッサン書いていく上で結構重要なテクニックなんですよね。思い切って自信を持って間違ったけど、違ってた時には素直に修正するっていうかね、もう潔く諦めて直すという、そこら辺はうまく切り替えながら。でもなんとなく分かんなくなったかな。これで、一番上がまず1枚目、これ1枚目で、これが上の面の側面ですね。ちょっと影っぽく見えている側面、ちょっと平らな布のエッジ、縁の部分で、縁の部分の上にもさもさパイル地のタオル地のやつが乗っかっていって、で一回書いたところを白くするのって練りゴムの力だと結構厳しかったりもよくするんですよね。消えきれないというか、練りゴムの力だけではうまく消えてくれない。そういった時はさっき言ったモノ0 2.3 ミリかなというシャーペン型消しゴムも使ってみてください。はい、これで上の部分、ここがパイル地、上がパイル地で、その下が、ここがその平織りの布のエッジですね。タオルの縁。ここは何かメッシュのような模様のようにちょっと見えてますね。なんかメッシュのように見えてますね。目が揃ってるんでしょうね。つぶつぶがちょうど手前に向いている感じですかね。はい、この辺は少し暗く見えている。いやでもこれそろそろ終わりにしないとちょっと本当に間に合わないので、申し訳ないですけども、この辺りで切り上げたいですね。ちょっと鳴らしましょう。影が少し暗すぎる、強すぎるので練りゴムで押さえて、黒くなって見えすぎないようにちょいと調子を落とします。特に遠く側少し落とし気味で形を整えます。形を整える、辻褄が合ってないところを少し合わせてあげます。これでつながってくれたかな。ここからここへで、その下がふわふわの字がちょっと見えていて、ここ少し見えていて、その下は平らな布のエッジと。全体的にふわふわしてというか柔らかくて、触り心地のいい質感のタオルなんですけれども、パイル地の部分と比べると
平織りの、布の端っこの部分、タオルの端っこ部分は少し張りがあるので、そこはちょっとかき分けながら。で、これも何回も洗濯して使い込んでるやつなので、新品のようなふわふわ感ではないんですよね。はい、こんな感じで、この辺で決めていきましょう。こう来て、こんな感じで、ここちょっと台に映る影を描いておきます。はい、テーブルも描きすぎないというか、必要なところまで描いておきます。今回の例では、この辺までにしておきます。これは上のタオルが床に映っているシルエットですね。シルエット。こんな形で。エッジはこんなにはっきりしてない。もっとぼやけてますけれども。なんとなく形が、ちょうど山が湖に映るように、テーブルのツヤ感のあるこのテーブルの面に反射して見えてるんですね。はい。で、最後、ここの影もう一段階強く入れます。ここもう一段階強く入れておきます。なるべく腹を使ってエッジが、筋が目立たないように、筋の集まりに見えないようにちょっと慣らしていきます。フラットな色面になってほしいところなので、で、遠くに行くにつれてちょい弱めにしていきます。ここはこう来てんのか。はい、まあもうちょっとか。はい、だいぶ長くなってしまいましたけれども、今日は、リクエストにありました、テーブル上にタオルを1枚置いて、ふわふわもふもふ系のやつを書いてみました。参考になりましたでしょうか。皆さんもぜひ、ふわふわしたものを書くときには、ちょっと今回ね、おしゃべりしながら書いてたことを気をつけてみてください。はい、今日はこれで終わります。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。